こんにちは、マダムサライです。いつもご視聴くださりありがとうございます。さて、今回は愛知県は豊田市にある杉浦ワールド自動車さんよりショックアブソーバーのアップグレードについてのお話をさせていただこうと思います。アップグレードと聞いて皆さんはビルシュタインなどの社外品と交換するということを想像するかと思うんですが、今回は今装着している純正のショックを再利用してチューニングするということなんです。その名もネオチューン。ラリーの世界では知る人ぞ知る北見さんが開発して特許を取得したまさにこれからの時代持続可能な社会にぴったりなチューニングなんです。それではどうぞご覧ください。我が家の長距離移動には欠かすことのできないボルボ D4 クラシックくん。ワンタンクで北九州から千葉県まで走り切ってしまう燃費の良さとディーゼルならではのトルクフルな走りは全くストレスを感じさせません。ただ一つ、あえて欠点を言うのであればそれは乗り心地なんです。現行型であればオプションのエアサスである程度カバーはできるのですが、我が家のボルボくんはコイルスプリング搭載のどこにでもあるサスペンション。いくら最終モデルのクラシックで熟成が進んでいるとはいえ、路面の突き上げを含めドタバタ感はちょっぴり残念なんです。特にタイヤを純正のオールシーズンタイヤから固めのサマータイヤに交換していることもあり、なおさら症状が顕著になったのは否めません。そこでメンテナンスプログラムの終了を契機に社外品を含め乗り心地重視のサスペンション選びが始まったのですが、 OEM メーカーをはじめとしビルシュタインやコニーなどを調べてもスポーツ志向の製品ばっかり。それはそうですよね。私も乗り心地に特化したショックアブソーバーなどは聞いたことがありませんしね。まあそうこうしているうちにボルボくんも10万キロを超えてしまい、ブッシュ類の寿命を考えれば一刻の猶予もならない中、お友達がネオチューンという方法を教えてくれたんです。何でも純正ショックをそのまま再利用し乗り心地を良くするチューニングらしいのですが、まさに私の希望にぴったりです。そういえば時折拝見する自動車評論家の国沢さんのブログにも以前このネオチューンのことが書かれていたことを思い出しました。いずれにせよもうここまで来たらぜひに及ばずの心境です。思い切ってネオチューンの問答を叩かせていただきました。それではネオチューンについてもう少し詳しく説明しますね。ネオチューン開発者である北見さんの承諾を得てホームページのものを原文掲載させていただきますので、あらかじめご了承ください。なお詳しいことは概要欄にリンクを貼っておきますので直接お問い合わせください。まずは先ほども申しましたが、ネオチューンの特徴として一番に挙げられるのが純正ショックをそのまま再利用してチューニングが可能ということです。したがって一般的なショック交換と比べてコストが比較的安く済むということです。これはショックの形状にもよりますが、ベーシックなもので1本6050円からと大変リーズナブル。ちなみに我が家のボルボくんの場合は1本約1万円でしたが、ビルシュタインですと4本で25万円くらいなので、脱着の工賃を含めても大幅に節約することができました。そして2つ目の大きな特徴、それは減衰力のバリエーションがハードからソフトまでお好みに応じて10段階のセットアップが可能だということです。私の場合は今回スーパーコンフォートをチョイスさせていただきました。これはソフトで上から2番目となる柔らかいものです。あと対応車種については軽自動車から輸入車までほぼ全ての車種に施行できるようですが、
何気にボルボが多いということは、皆さんやはり乗り心地に不満を持っている方が多いのでしょうね。いずれにせよ、詳しいことは直接お問い合わせしてくださいね。そしていよいよネオチューンの施工となるのですが、これが特許も取得している機密事項となりますので、撮影は NG でした。でも施工途中の写真は何枚か頂戴しましたので、貼らせていただきますね。そうそう、せっかくショックアブソーバーを外すのですから、関連するアッパーマウントなどのブッシュ類は新品を持ち込んで一緒にリフレッシュしちゃった方がいいと思います。ご覧の写真がボルボくんの外したブッシュ類です。想像していたほどやれた感じがしませんが、これですっきりとメンテナンス完了ですね。以上がネオチューンの簡単な解説となりますが、果たして施工後の印象はどう変わるのか、本当に楽しみです。ホームページに記載されている5アッププラスエコが看板通りなのか、インプレッションは動画の最後に。はい、それでは今回施工をお願いした杉浦ワールド自動車の杉浦社長さんをお呼びしたいと思います。杉浦社長、よろしくお願いします。こんにちは。すいません、はい、今回はいろいろとありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございました。はい、はい、社長、せっかくなんで、はい、ネオチューンについての、概要っていうのを少しお話しいただけますでしょうか。はい、簡単に言いますと、はい、ネオチューンっていうのは純正のショックアブソーバーのオイルをネオチューンの専用のオイルに変えることで、乗り心地を良くしたりだとか、走行性能をアップしたりとかっていうものになります。ね、今までだと、ショックアブソーバーを例えばビルシュタインだとかそういったものに交換するっていうものもありましたけど、これに関しては中のオイルを変えるということだけなので、もともとのショックを使える非常にエコな商品になってます。はい、いいですよね。エコは大事ですよね。はい、これからどんな走り、結構ボルボって突き上げがきつかったんで、それが柔らかくなるっていうところもあって、あとハンドル性能もアップするって聞いているんですけど。そうですね。はい、例えばカーブ曲がった時に車体って傾くんですけど、その傾きを抑える効果があったりとか、例えば今まで、60キロで走っててカーブを曲がった時にこれじゃ曲がれないなっていうところが60キロでも怖くなく曲がれるなっていう、そういう状態になったりとかするんで、やっぱり運転をしていて結構そういったところが楽しいって言われるお客さんも多いです。不安感がなく走れるっていうのはとってもいいことですよね。はい、はい、それではボルボくんを受け取り、思想がてら次の目的地に向かいます。実のところ待ち時間の間にネオチューンの施工をしたプリウスをお借りしたのですが、何が違うのかほとんど体感できませんでした。と申しますのも、長年メルセデスの W124 とかボルボに乗ってきたせいか、シャシーの強度というか、すなわち剛性感の足りなさの方に気持ちを奪われてしまい、これがネオチューンの夢の乗り心地かというのが全然わかりませんでした。それは同時に大丈夫かなというような不安感さえありました。しかし乗り出してすぐに不安はかき消されました。路面の段差やつなぎ目のショックが本当にマイルドになったんです。今までですとドンとかダンだったのが、ものの見事に濁点が取れ、トンタンタンという感じに変化したのです。これは明らかにショックアブソーバーがいい仕事をしている。路面からの入力を吸収し、結果として乗り心地が向上しているのは間違いございません。ワールドさんのお話ですと、馴染むのに500キロから1000キロぐらい走った方が体感しやすいとのことでしたが、これは本当に嬉しい誤算でした。続いてコーナリング、これも明らかに変化しました。今までですとどうもアンダーステアが強い傾向もあり、
膨らんだ時にフロントタイヤのグリップを意識しながら走っていました。まあ正直な話、カーブが苦手な車だと自分で勝手に決めつけていたんですね。それがなんとネオチューンの後ではすんなりと曲がるようになったんです。ハンドル操作も少なく、ロールも少ない、いわゆるスタビリティが向上したのは明らかだと思います。最後に高速での直進安定性。実は柔らかくなった分、これが一番不安だったのです。しかしこれもまた予想を裏切り、以前にも増して直進安定性が良くなったのを実感できました。ここまでいいことばかり言ってきましたが、現状では本当に欠点が見当たりません。最近上級車種の最新型 XC90 に試乗したのですが、街中での乗り心地は互角と言ってもいいかもしれません。中には新車を持ち込む方もおられるそうですが、その気持ちわかるような気がします。最後に私自身、今回のネオチューンは正解でした。あとは耐久性ですね。これはまだまだ先になる話ですが、何かありましたら忌憚なくご報告させていただきますね。それではまたお会いしましょう。はい、社長、いろいろとありがとうございました。こちらこそありがとうございました。これからの走りがとっても楽しみです。もしこの動画が役に立った、なるほどと思われた方、ぜひチャンネル登録とグッドボタンポチッと、コメントもお待ちしております。それではまたお会いしましょう。さようなら。